はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ生きてる山ちゃんと申します。今回は Steam で2021年11月下旬リリースの面白そうな作品を紹介していきます。今月はオータムセールが開催されます。開催期間は11月24日から12月1日まで。日本時間では11月の25日午前3時からになっております。私のチャンネルでは今後発売予定のゲームやセール情報など簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立ったなら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。それでは日本語対応の作品から見ていきましょう。まずはじめにザ・パスレス。2021年11月リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は928人。呪われた森で繰り広げられる神秘的なアドベンチャー。2020年にエピックゲームズや PS でリリースされた作品。風の旅人やアブズのクリエイターによる神秘的な雰囲気のオープンワールドのアドベンチャーです。舞台は闇の呪いに覆われた世界。闇の呪いは世界の果てにある島から広がっているとされ、呪いを解くために多くの人々が島に向かったが、誰一人として帰ってくる者はいなかった。プレイヤーは最後の狩人である弓術の達人ハントレスとなって、世界を支配する呪いの根源を断ち切るために神秘的な島を冒険していくといった物語です。本作の特徴は広大なフィールドを高速移動する疾走感。弓矢で的を射るとゲージが上昇し超高速で疾走でき、これを繰り返すことでスタイリッシュな移動が可能です。また共に旅をする相棒のワシに捕まって高速滑空することもでき、爽快感は抜群です。世界に点在する遺跡では程よく頭を使わせるパズル要素や歯ごたえのある魔獣との戦いなど、ハイスピードかつアクロバティックなアクションが楽しめます。ザ・バスレスは2021年11月リリース予定日本語対応の作品です。ザ・ラストスタンドアフターマース。2021年11月16日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は27,067人。ゾンビアポカリプスなローグライクシューター。世界の人口のほとんどがゾンビアポカリプスによって一掃された世界。プレイヤーはいずれゾンビになって死ぬ運命にある感染者。感染者であるプレイヤーは残された時間を使って最後の希望の砦ジ・エンドで暮らす人々のために物資を見つけ、ゾンビウイルスの蔓延に隠された真実を探すことになります。ゲームは斜め見下ろし型のローグライクシューター。マップを探索し、物資や武器などを集めながら車で次のエリアに進んでいく。探索途中で感染またはゾンビに食い殺されるとジ・エンドで新たな感染者となって再スタートになります。新たな生存者は直前で死亡した前任者の能力、スキルポイント、お金を引き継ぎ拠点で強化を行って探索を繰り返していく。体験版もありますが日本語には未対応です。ザ・ラストスタンドアフターマースは2021年11月16日リリース予定日本語対応の作品です。グローソングオブザエバーツリー。2021年11月16日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は3765人。失われた世界を再生するほのぼのサンドボックスアドベンチャー。生命を支える巨大な木エバーツリーが枯れ衰退しつつある世界アラリを舞台に、エバーツリーを守り育てるエバーハートアルケミストとなって世界を作り上げていくファンタジーアドベンチャーです。かつてはエバーツリーの枝には美しい世界が広がり、大樹の麓では街が大きく発展していました。しかし闇の存在により人々の心の調和が乱され、エバーツリーはただの苗木となってしまい、美しいアラリアの世界は忘れ去られてしまいます。そして時は経ち、エバーツリーの育て方を知る若きエバーハートアルケミストが全てを元に戻すべく立ち上がり、一度は失ったアラリアの世界を再構築し平和を取り戻すといった物語。世界の種の作り方を学び、草原や砂漠、凍った世界など様々な土地を生み出すことで新たな生命が誕生したり、廃墟や洞窟、また未知のエリアも生成されます。錬金術で荒廃した大地に命を育みつつも採集や採掘などを楽しんだり、町の住民と交流したり楽しく暮らせるライフシム要素もあります。人々の心の調和を育み世界を再生するほのぼのサンドボックスアドベンチャーグローソングオブジエバーツリーは2021年11月16日リリース予定日本語対応作品です。ターバンマスター。2021年11月16日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は7515人。中世の酒場が舞台な経営シミュレーション。心もとない資金を元手に小さな酒場に質素な椅子やテーブルを並べ酒場を切り盛りしていく。バーテンダーやウェイトレス、料理人などスタッフを雇い、わずかな売り上げから少しずつ装飾品や建物をアップグレードし、酒場の評判を上げて売り上げを増やしていく。
売り上げが増えたからといってどんどん店を大きくすると酒場で働くスタッフが忙しすぎてストレスがたまりやめてしまうので注意が必要です。体験版を遊んだ感じではプレイ範囲が少なかったためか少し単調で目新しさを感じませんでした。本編ではイベントや技術ツリーなどが盛り込まれプレイできる範囲も広がるみたいですが、リリース後の様子を見た方がいいかもしれませんね。体験版も日本語でプレイできるのでご興味ある方はチェックしてみてください。ターバンマスターは2021年11月16日リリース予定日本語対応の作品です。モンケージ2021年11月16日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は2470人。様々な視点からつながりを見つけて謎を解くパズルアドベンチャー。不思議な立方体のそれぞれの面には異なる景色が映し出されています。多次元的な世界を映す立方体には他の景色とつながる部分があり、プレイヤーは画面を回転させてそのつながりを見つけて絵柄を合わせて道を切り開いていきます。また不思議な立方体の中にはある父と息子の温かい物語が隠されており、パズルを解くとともに親子の写真を回収することで彼らのストーリーを紐解いていくことができます。パズルが苦手な人でも楽しめるようにテキストヒントやビデオヒントなど多彩なヒントシステムを備えているということです。モンケージは2021年11月16日リリース予定日本語対応作品です。シャーロック・ホームズチャプター1 2021年11月17日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は12,912人。オープンワールドの推理アドベンチャー。21歳探偵志望の若きシャーロック・ホームズが母親の死の謎を解明するために19世紀の地中海に浮かぶ島コルドナ島を舞台に様々な事件に立ち向かいます。活気にあふれ美しい景観が広がる島。一方では腐敗政治と犯罪がはびこり、島の住民は伝統に固執し外部の人間との関わりを嫌います。困難な捜査が予想される中、街中を探索し現場を検証したり噂を集めたりと、時には変装なども駆使しながら手がかりを集めていく。また相棒として有名なジョン・ワトソンは登場しないものの、ワトソンとは異なる別のジョンがホームズの相棒役を務めることになります。ストーリーはマルチエンディングに対応しており、問題を解決するために武力を行使するのか、知恵を絞って敵の一歩先を行くのか、ホームズが下す決断によって異なるストーリーが展開されていきます。名探偵となる前の若きシャーロック・ホームズにスポットを当てた珍しい推理アドベンチャー。シャーロック・ホームズチャプター1は2021年11月17日リリース予定日本語対応の作品です。モーターサイクルメカニックシミュレーター2021。2021年11月17日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は1355人。バイク整備士シミュレーター。バイクのメカニックとなって様々な車体のカスタマイズを体感できるシミュレーターです。プレイヤーは小さなガレージから始め様々な仕事をこなして店を拡大していく。バイクのカスタマイズ依頼を受けて仕事をこなすことで収入や経験値を得ることができ、レベルアップを通じてガレージの拡大や設備のアップグレードをすることが可能です。バイクいじりをリアルに体感できるシミュレーター。モーターサイクルメカニックシミュレーター2021は2021年11月17日リリース予定日本語対応作品です。バトルフィールド2042。2021年11月19日リリース予定日本語対応作品です。フォロワー数は25万3090人。マルチプレイに特化した近未来がテーマのバトルフィールド最新作。上位エディションでは11月12日より早期アクセスが開始されています。本作はマルチプレイに特化し、シングルプレイキャンペーンはなしというゲームシステム。ゲームモードは128人での対戦が繰り広げられるコンクエストモードとブレイクスルーモード。そして新たなゲームモードは最大4人の分隊規模でゲームをプレイできるハザードゾーンと、本作及び過去作のマップを交え細かいルールを設定して対戦が楽しめるバトルフィールドポータルといった新要素が追加されました。本作ではクラス閉会に代わる新たなシステムスペシャリストが実装。それぞれ特徴の異なる10人のスペシャリストが登場予定です。プレイヤーは固有の特性と特技を持った10人のスペシャリストから1人を選んでプレイしていくことになります。無秩序な近未来の世界を仲間と共に乗り越える次世代 FPS。バトルフィールド2042は2021年11月19日リリース予定日本語対応の作品です。トイティンカーシミュレーター。2021年11月19日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は2370人。おもちゃ分解修理シミュレーター。
次々に舞い込むおもちゃの修理依頼を受けて、部品を分解組み立て、洗浄塗装、サンドブラストなど様々なツールを使いこなし修理していく。ヴィンテージのおもちゃや壊れやすいおもちゃなど、修理に必要となる道具や使用する機材などが違い、おもちゃに合った修理方法で作業しなければならないなど、リアルなおもちゃ修理体験が楽しめます。依頼をこなすことで収入や経験値を得ることができ、稼いだお金でオフィスの家具や新たなツールや機材を購入したり、最終的にはおもちゃミュージアムなんかも建てることができるみたいです。トイティンカーシミュレーターは2021年11月19日リリース予定、日本語対応の作品です。ファーミングシミュレーター22、2021年11月22日リリース予定、日本語対応の作品です。フォロワー数は 34,238 人。リアルな農業体験ができる農業シミュレーター。アメリカとヨーロッパなど3つの異なる環境を舞台に、農業だけではなく、畜産、林業を中心とした幅広い農業経営体験を楽しむことができます。実在する農業用機械や400以上の車両や農機具を使って様々な作物を育て、飼育場や加工プラントなどを建築し、動物飼育で得られた原料をもとに工場で加工して販売する。飼育できる動物は牛や豚はもちろん、新機能として蜂を飼育して蜂蜜を生産できる養蜂が追加され、ペットとしてどこにでも連れて行ける犬や移動手段の役に立つ馬などたくさんの動物が登場します。また新要素として季節の移り変わる四季の概念が導入し、これに伴い冬の期間でも作物を育てられる温室栽培なども追加されました。他にも土壌改良や生産チェーンの仕組みなどたくさんの新要素が取り入れられ、リアルな農場経営を楽しむことができる作品になっています。ファーミングシミュレーター22は2021年11月22日リリース予定、日本語対応の作品です。はい、ここからは日本語未対応の作品の紹介です。アンダンジョン、2021年11月18日リリース予定、日本語未対応の作品です。フォロワー数は4990人。崩壊した世界を修復する SF アクション RPG。シフトと呼ばれる大変動によって時空間の構造が破壊され、地球は複数の世界と統合され、7つの世界が誕生しました。そこには7人のヘラルドと呼ばれる異形の生命体が存在し、プレイヤーはそれぞれ違った特性を持った7人のヘラルドから1人を選び、シフトによって変動した世界を修復する旅に出るといった内容です。グラフィックはカラフルなピクセルアートで描かれており、独特な描写が異彩を放っています。戦闘はリアルタイムで進行し、倒した敵の臓器を体内に移植することで能力をアップさせたり、新たな能力を手に入れたりすることができます。異形の存在である7人のヘラルドを操り世界を修復するローグライクな SF アクション RPG。 アンダンジョンは2021年11月18日リリース予定、日本語未対応の作品です。キングアンダーザマウンテン、2021年11月24日リリース予定、日本語未対応の作品です。フォロワー数は4300人。ファンタジー世界を舞台にした植民地運営シミュレーション。入植者である村人たちに指示を与え、土地を開拓し集落を発展させていくシミュレーションです。オーソドックスな村づくりシムと思いきや、綿密にシミュレートされた要素が多く、昼夜の変化や日光と降雨量に基づいた植物の成長、地域の環境、季節によって変化する動植物の生態系、それぞれが異なる社会的物理的な欲求を持つ住民たちなど、多種多様な要素が影響し合うシステムが特徴です。将来的にはプレイできる勢力の増加や魔法使い、悪魔といったキャラクターが登場したり、盛りだくさんのアップデートが予定されているとのことです。キングアンダーザーマウンテンは2021年11月24日リリース予定、日本語未対応の作品です。レンズアイランド、2021年11月27日リリース予定、日本語未対応の作品です。フォロワー数は 17,760 人。様々なプレイスタイルが楽しめるライフシム。美しい島にやってきたばかりのプレイヤーは、バックパックの荷物と己の行動力だけを頼りに島で新生活を始めようとしています。本作の特徴は、住宅建築、農業、冒険、クラフトなどのライフシム的な要素と、ダンジョン探索やバトルなど探索サバイバル的な要素を兼ね備えた作品です。また、それぞれの要素に特化したプレイスタイルも可能で、豆腐小屋を豪華な別荘地のように作り変え、巨大農園を作り農業生活を楽しんだり、貴重な資源や島に隠された多くの謎を探るために島中を探索・冒険したりと、様々なプレイスタイルで楽しむことができます。将来的にはマルチプレイにも対応予定とのことです。
レンズアイランドは2021年11月27日リリース予定日本語未対応の作品です。はい、今回は Steam で2021年11月下旬リリース予定の面白そうな作品を紹介していきました。個人的にはザ・ラストスタンド・アフターマースが気になります。今月はオータムセールが開催されます。日本時間で11月25日の午前3時からとなっております。多くの作品が大幅割引となるのでチェックしてみてください。私のチャンネルでは今後発売予定のゲームやセール情報などを簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立ったなら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。皆様明日も良い一日でありますように次の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバイ。